普通の一般的なその顔の人とかを見て、ちょっとリアクションをしてほしいんですよ。おー。ですか。難しい。ちょっと待って。さっきいろいろ。なんか誠実じゃなさそう。あなんか急に爽やかになりましたね。あ、本当ですか。はい、いいです本当に。正直に、はい、むしろ正直に言ってくれた方が伝わるわか。からりました。はい、皆さんお久しぶりです。2025年明けましておめでとうございます。もうすごい最近忙しくて、もう全然もう投稿できなかったけど、本当にもう申し訳ないです、それは。だけど今回の動画は私の全ての動画において一番再生されたものをお送りしたいと思います。そういえば YouTube では最近全然投稿できなかったけど、Instagram ではちょくちょく投稿してたんですよね。そしたらなんとこの前やった企画アンデレス・ビセスからなんとリアクションをもらい、さらにフォローまでしてもらったんですよ。いや本当に驚きました。マジで何が起こったかと思った。YouTube もそうなんですけど Instagram の方もぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。おっと、自己紹介遅れるところだった。ペルー人のアクセルです。今現在日本に住んでおり、主にインタビュー活動をしています。私の動画が気に入ったらいいねと、そしてチャンネル登録してくれると今後の助けになるので、どうぞよろしくお願いします。ということで余談はここまで。それじゃあ今回の企画の本編へスタート。それじゃあ、今回するテーマがちょっと日本の方にちょっと僕たちの国のペルーのそのイケメンもそうなんですけど、その普通の一般的なその顔の人とかを見て、ちょっとリアクションをしてほしいんですよ。はい。まずペルー人って聞いてなんか印象ってなんかあります？マチュピチュ。ああ、やっぱよかった。それが逆に出てくれてよかったです。でもあんまりわかんない。ペルー人私見慣れてると思うんですけどもね。どうですか、9ヶ月いましたね。そうトータルで、ペルー人の印象ちょっと教えてほしいです。なんかペルーでかっこいい人いたと思うと大体ベネズエラ人。ああ、そうですか。ベネズエラ人ってどういう感じの顔？なんかヨーロッパっぽいですよね。ああ、なるほなんかど。背が高くない人もいるけど、普通に高い人もいるし、ちょっと色白、自分が思うあんまりイケメンじゃなかった人とかの印象とかどうですか？山奥にいそうな感じの人たち。どこの地域らへんにいました？ペルーって。ピウラに4ヶ月とピウラに4ヶ月、リマーが5ヶ月ですね。5ヶ月。でも旅行は結構行きましたよ。クスコとかアヤクチョとかアレレキパとか。顔とかじゃなくてもう一般的にそのペルー人のその印象、どういう人種だとか。性格は結構なんか人に気使ったりとか、世話焼きっぽい人も多かったりします。まあいますね。確かにいますね。すごいフレンドリー。フレンドリーですか。第1弾が結構好評で、まず簡単にその第1弾のラインナップというかちょっと見てもらってもいいですか？1人目こんな感じで、同じ人です。同じ人。はい。で2人目、まあ先ほど言ったように結構胸毛が結構特徴的な部分があったりで、これが3人目です。で最後4人目。まず1人目が同じ人です。で次2人目いきます。3人目です。でこれが4人目です。前回まず1人目がこの人です。すごーい。本当にペルー人ですか？ペルー人なんですよ。へえ。これはいいですね。どうですか？顔だけではなく体も。それじゃあこれ2人目です。なんかね、私はかっこいいと思うけど、日本人はこのヒゲと胸毛のせいでダメだと思います。私は慣れてるんで全然。もうこの人不評でした。前回不評でした。これ10でしょ。あ、本当ですか。こっちどうでした？これも10。こっちも10ですか。15ぐらい。15。もうだいぶ振り切りましたね。でこれが一番日本人がもうすごい気に。ヒゲがないからだ。ヒゲもそうですし、多分この色白とあと目のシワとか。まだ私たちに近い感じですね。そうですね。どうですか、敦子さん的に。15。15、やっぱ振り切りますね。最後この子です。かわいい。
でもね、今までもっとかっこいい人見ちゃったから、まあ9かな。9ぐらい。あ、でも9なんですね、それでも。なんかね、上の写真だったら10なんですけど、は下がちょっとなんかね、弱っちい感じがするから。ああ、なるほど、なるほど。どうですか、この4人だったらどれが一番いいとかってあります？この人ですか。おー、ちなみになんか理由とかってあります？爽やかそうに見えました。あー、なるほどなるほど。 3人目の人。あ、この人ですか。はい。ちなみにこの人が一番評判良かったです。やっぱりそうですか。なんかうんどうしてとかってあります？なんででしょうね。ヒゲがあんまりそこまで濃くないからとか。やっぱりヒゲはない方がいいですか？日本人で、うんここまで1人目とか2 2人目の方ぐらいしっかり生やしてる方ってなかなかいないから、ヒゲ薄い方が見慣れてるっていうのも、馴染みがあるって感じですか？受け入れやすいのかなってなるほど気はちょっとしますけど。 3番目だけちょっと教えてほしいんですけど、はい何点つけますか10でいいんじゃないですか。おーめっちゃかっこいいと思います。なるほどなるほどちょっと爽やかな感じ。爽やか系ね。うんなるほどなるほど。例えば他の人、この人結構前回すごい良かったんですよ、評判が。笑顔素敵ですし、この人はあんまさっきの人に比べるとあんまりですか、その爽やかさっていうか。かもなんかどっちでもいいって言いながらヒゲない方が好きなのかも。やっぱり毛は別にどっちでもいいって言うんですけど、ヒゲっていうところになるとやっぱりヒゲはない方がいいですか？そうですね、うんまあ似合ってればいいとは思いますが、うん個人的な意見としてはない方が。これが前回だったんですよ。はい。面白かったっていうコメントと同じぐらいにペルー人はこんな人ばかりじゃないぞって日本人に思われてほしくないから標準のも見してほしいっていうことでちょっと標準をいきますね。最初1人目、モデルさんから。なんかスポーツ選手っぽいですね。でもモデルさんのかっこよさと自分が彼氏にするならのかっこよさって違うんで、こっちはモデルさんとしてのかっこよさなんで。そうですね。あとね、ちょっと眉毛がここがちょっと抜きたい。ここの上の部分ですか。そう、あとね、私この鼻のピアスが好きじゃないので。この牛スタイルですか。そう牛スタイル言いますね。ですか。ちょっとなんかチャラそうじゃないですか。どういうところ見てチャラそうに見えます？アクセサリーですね。アクセサリー。しかし鼻とかですか？そうですね。鼻か。なるほどなるほど。この人です。でもさっきと全然違いますね。なんか眉毛がしっかりしてるから、なんかそういうのは日本人の方に少ないかなと思いましたね。結構日本の人で薄かったり細い人が多いですよね。多いですよね。2枚目です。おお、かっこいい。意外と動物好きそうみたいな。なるほど。謎の印象を持ってしまったんですけど。謎の印象。どこ見てとかあります？ちょっと怖そうじゃないですか。人ってなんか自分の飼ってる犬とか猫とかすごい好きそうだなみたいな。なるほどなるほど。やっぱ彫りが深いなって感じ。どんな人そうとか。どんな人そう。確か明るいイメージって思ってたけど、この人はなんかパッと見明るいって感じはなんか第一印象ではないかな。そうですよね。怖そうじゃないけど、そこまでじゃないけど。なんかラテン系の人って時間にルーズだったりするじゃないですか。適当だったりとか。この人は本当になんかちゃんと仕事したり約束守ったりしそう。そういう意味では日本人に合ってますよね。どうですか、ペルーとか南米いろいろ行ってて、やっぱりそういう人って実際いや、それがもう 100% じゃないですか。でもどう遅れる。それも許容範囲に入ってますよ。いや、2時間とか待たされたら嫌ですよ。さすがに嫌ですよね。もうその人と会うのやめようと思いますよ。ただこの人は何点に行きますか？そうね、さっき6って言ったけど7かな。7でいきますか。なんかスタイルがいい。ずんぐりむっくりではない。8ぐらいかな。高いですね。結構高いですね。8を選んだ理由としてはどうですか？ギャップがありそうで結構上だったんですけど、その残りの2は本当は怖そうみたいな。ちょっと実は顔としてはどうですか？好きな顔ですね。もう本当に全然いいですよ。もう4。ちなみに理由は？私のタイプじゃない。どういうところが例えばちょっとなんかそこまでムキムキしてる人はそんなに。これ結構ムキムキしてる方ですか？私の中ではムキムキに入っちゃうんですよ。なるほどなるほど。あとは凛々しい感じよりも私は可愛い感じのが好きっていうのも
あるかもしれない。なるほどなるほど。んか一般的な日本人ってどうですか？ザ男っていう感じの人か、結構爽やかだったりこう可愛い系の方が好きなのか、どっちがこう好まれる傾向が？一般的に爽やかはやっぱ強いんじゃないですか。うん若い人も最近韓国のアイドルとかも好きじゃないですか。なんかそれもその節があるのかなと思ってて、本当男らしいっていうよりかはスラッとしてて色白でみたいな確かに。方多いじゃないですか。最近のちょっと年代低めの人はそっちのタイプの方が好きな方も最近多いんじゃないかなるほなってどなるほど。気はしならますけど。この後見せる人たちはちょっとあれこれ私ペルーで試合スポーツバーで見たんで、そっか。そうそうそう弱いですけど多分写真だけ見るよりもサッカープレーしてるのとか見たらもっと点差があると思うんですどうですか？これ年齢的にはちょっと上じゃないですか。ああ、そうですね。一応もう40いそうですよね。くかいかないかぐらいだった気がします。確か。でも鼻が結構高そうでいいなって思いました。ああ、確かに鼻高いですね。髪型どうですか？髪型結構は特徴的なんですけど。そうですね。どっちかって言ったら私長い方が好きなんで、結べるぐらい長いか普通にちゃんと短いかぐらいああ、か、なるほどなるほど。どっちかが。ああ、うんうん。難しい、ちょっと待って。どうさっきいろいろ。走るの速そうはいはいはい。まあ当たり前ですね、まずサッカー選手だから。そっか、サッカー選手だから荒そうですね。なんか確かに。すぐエキサイトしそちなみに2枚目で。流行ってるんですかこのチェーンは。出したらそうかもしれない。どうですかこれは？なんかこの写真の方が素敵。うん優しそうです。なんか明るそう。なんか私が最初に思ってたペルー人のイメージとは近いかなああ、なるほどなるほど。感じしますね。オールバックというか上にこ上げれはなんかるのが好きこの人といえばこの髪型みたいな感じはあります。あんまその髪型好きじゃないかもしれないです。ちなみにこの髪型ってどうですか？思いました。なんかこれ一最初にそれ番なんか特徴的なんですけど、はいこれどうですかこの髪型は？なかなか珍しいですよね。日本にあります？結構見たことないあんまない。見たことないです。現時点で0から10だと何点ですか？5。理由としては？理由は鼻高そうとかそういいところあったんですけど、はいはいただちょっと髪型が直せるとこですけどね。なるほどはい5にしようかな。でも上がるんだ。上がります。なんか優しそうな穏やかな雰囲気ある方が好きなのなるで、ほどさっきの方はちょっと凛々しい感じだったんですけど、この方はねもうちょっと明るくて穏やかそう、優しそう。この人の素性というか、ちょっと言うんで、それを言ってからちょっとまた点数聞いていいですか？女性問題で結構トラブルが結構多発してる人で、浮気をしたりとかするタイプの人なんですよ。どうですか今の話聞いて、改めて0から10何点ですか0。？0。やっぱりダメですね。ダメ。やっぱダメです。かうん。よくないことですよよくないですよね。普通に。今のを聞いてもう一回0から10だと何点になります？ゼロですね。 0ですか？はい。ちなみにもし例えば自分のパートナーとかがそういう浮気とか異性の女性と遊んだ、どこまで許せますか？どこまでまず浮気って許せます許せませんか？ 1回目までですね。1回は許せるんですね。どんなことされてもですか？普通どんなことがあっても1回目はあれですけど、その後の対応によりますよね。そういうことですね、はい今ので下がったぞ。じゃあ2。 2ですか？ちなみに 2の理由は？なんか誠実じゃなさそう。なんかね1枚目はまだ良かったんですけど、こっちはちょっとチャラそう。なるほど、あんまりチャラいのはダメですか？私嫉妬深いんで、もう自分だけじゃないとダメなんで。それじゃあ3人目はこの可愛いですね。可愛い系ですか？なんかすごい若いんじゃないですか？この写真だと結構若い頃だと思います。若い頃か。でもちょっと猿っぽいですね。なんか一緒にいて楽しそうですよね。出てます。出てます。明るそう。ただただ明るそう。確かにこれ私服ですか？
多分私服です。フああ、その服は好きではないかなって感じですね。ァッション的にはちょっとあ、そうですね。 NG です。中身はなんかすごい良さそうな人な気がします。ああ。うん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 。どうですか？まあ似たような感じになっちゃいますけど、はい、全然いいです。すごい明るそう。ななんか面白そこれ、なんか急に爽やかになりましたね。あ、本当ですか？はい、今現在こんな感じです。これちょっといい感じ。いいですか？はい。ちなみにこれヒゲあるんですけど、でもなんか薄めですよね。濃さにもよりますか？あ、そうですね。なるほどなるほど。感じです。私はねこのタイプは好きじゃない。あ、好きじゃない。なんかおじさんって感じがする。ヒゲですか？ヒゲのせい。眉毛目、私はこれはタイプじゃないですね。私はね。なんかさっき可愛いって言ったんですけど、もし例えばこの顔で例えばまあヒゲ取ったりしたらどうですかね？でもなんか違う。違いますか？う。この2枚目の写真からはすごい優しさをなんか感じます。目とかすごい優しい感じ。はいはいはい、確かに確かに。目の写真見た感じは、うんウェイ系じゃないけど、あなーんかちょっと面白そう、明るそうで、チャラそううんもうちょっとなるほどなるあほど。る感じがしますね。全然いい人そう。あ、本当ですか？1枚目だけの印象だとあんまりって気がしちゃうんですけど。もう一枚。なんか写真によってこの人結構いろいろ変わりますね。0から10だと何点ぐらいになります？ 7。でも結構高い方。高めですね。理由としては最初の人と差をつけようと思ったんですけど、って思った時になんかこっちのが年齢が高そうっていうあれです。そういうことですね。ちょっと年齢かな。なるほど。おー、厳しいですね。上がりましたね。やっぱ優しそうは私の中で結構大事。高いですね。はい、大事、めちゃめちゃ大事なので。なるほど。キーだと可愛い系とかそういうの風に言ってましたけど、この人は、どっちかといったら可愛い系ですよね。でもそう言われるとそうですね。確かに。なんか男らしいはもちろんそうですけど、キーのいろんな人たちと比べる中だと割と可愛い方なんじゃないかな。確かに確かに。次がペルーでも有名な歌手です。今回はこの人。お笑い芸人ですか？お笑い芸人じゃない。これ歌手なんですよ。歌手なの？ミュージシャンですか？なんだと思いました？さっきと同じ方が。コメディアン系。でも意外としっかりしてそうですね。さっきの人はすごい明るいって感じがしたんですけど、なんか明るいけど本当はしっかりしてそうみたいな。なるほどなるほど。いい。ピースです。難しい。おちゃらけてそうです。でもこの写真のせいかもしれない。写真のせいだと思いますよ。5人組。おね系じゃなく。おね系に見えます？見えますよ見えますよ。タイでモテそう。男性に。もうタイ行った敦子さんが言う。スカウトされる。うちのお店で働かない。これだと余計見えませんか？タイにいそう。本当ですか？ちょっとおね系に見えます？おね系垂れ目だからかな。2枚目がメガネなんです。じゃあ全然違うわやっぱり。いやもうこのせいですね。おちゃらけは。おちゃらけ。どうですか？なんか優しそうって感じ。めちゃめちゃ穏やかそう。なんか声のトーンとかもゆっくり落ち着いた感じなんじゃないのかなーって。ちょっとコメントしづらい感じ。ちょっと派手が好きなんですかね。赤とか青とか原色系の服。なんかちなみにこの人はグループで歌ってる人で、そのグループがこの青いスーツを着てるんですよ。もうなんか色濃いですね。こんな感じ。すごいいっぱい人入ってる。ブエナスノーチェ。大臣みたい。もうペルーではもう国民的に有名な。でもちょっとどうしても服装が日本のお笑い芸人系になりますか？そうじゃあどうですかこの人？私はちょっとジャンルが違うんですよ。なのでどうしますか？3かな。でも上がるんですね、さっきの2人よりかは。おじさんっぽくないから。なるほどなるほど。今の写真だとこんな感じです。これは多分もっと若い頃。そっか。で今だとさっきのこの歌ってるシーン。じゃあ2かな。この人もいいってやつ。ちょっと2にしてくれってこと。8。高いっすね。高いですね。残りの2は、服とかなんですけど、私なんかシンプルなのが好きで、白とか。なるほどなるほど。顔とかは別にそこまでですか？
そうですね。顔はそんなに。なるほどなるほど。 6。同じぐらい。 6で、やっぱなんか優しい人なんですね。優しい顔、優しい人の方が。なるほど。コメント読んでて、この人出してくれ、絶対出してくれっていう、もう、めちゃくちゃあったんですよ、コメントが。ペルー人では人気なのかなって思ったのが、この人です。男の人ですか？男なんですよ。これお国はどちらですか？一応ペルー人になりまあ、す。そうなんですね。全員ペルー人です。なんか独特ですね。すごい自分を持ってそう。こだわりが強そう。いい意味でも悪い意味でも。髪色とかはどうですか？地毛ですか？カツラとかじゃなくて。カツラとかで地毛だと思います、これは。髪の長い人ってどうですか？あんまり好きじゃないですか？得意じゃないちなみに他の写真とかあります？もちろんもちろんもちろん。ちなみにこの1枚だけでどんな人そうとかなんかそういうのあります？なんか自由そうだなって。自由そう。自由に生きてそうだなって感じです、ね。現れてますね。はい。中性的な、なんかね、友達になりたい感じ。なるほど。肌綺麗ですね。確かに。話したらいろいろ面白そう。個性的なんで。なるほど。確かに個性的ですね。もうラッパー？ラッパーっぽい。ただなんかね、こうやって顔隠してると、顔に自信がないから隠してるのかなって思っちゃうね。見えてる部分はなんか綺麗なんですけど。この髪気に入ってるんですね。これを印象付けたいのかちょっと分かんないですけど、この髪型が特徴ですね。個性としてすごくいいとは思うけど、恋愛対象として捉えるかはちょっと違うかな。この人を出してくれっていうコメントがめちゃくちゃあって、この人です。で、それがどうしてなのか正直僕分からなくて、出してほしい理由が、昔のホストとかもそうだと思うんですけど、結構髪が長くてちょっと目にかかってる人とか、ビジュアル系みたいな感じの人にちょっと似てるなって思って、もしかしたらそういう印象を日本に持たれてるのかなってちょっと思ったんですけど、あったじゃないですか。ありますね。平成のドラマとかのチャラチャラした高校生の感じとか、少なくとも今の日本だと違いますよね。ないですか？ないと思います。確かにビジュアル系バンド流行ってましたもんね。そうですね。日本の人でこういう人って好まれそうですか？友達にはなりたいけど、友達って顔関係ないじゃないですか。そうですね。ちょっと顔ズームしてもらっていいですか？いいですよ。どえなタイプで。今ってこういう男性ってモテます？ちょっとピンクすぎるんじゃないですかね。色ってことですか？はい、色が0から10ですよね。0から10です。一番迷ってるかも。一番迷うかも。顔的には割と一重の切れ長でかっこいいなって思うんですけど、なるほどなるほど。ピンクがどうしても。髪ですか？髪の色。そうですね。6。でも6なんですね。顔ポイント。顔ポイントで6になったんですね。ちなみにこの人が歌ってるシーンがあるんですよ。ちょっと軽く見てもらってもいいですか？こういう感じです。私こういう曲結構好きですよ。本当ですか？何ぶら下げてんですかこれ？ペットボトル。電球？電球。おしゃれ。好きです。好き。服装だけじゃなくいろんな面白いこと考えそうじゃないですか。だから一緒に旅行とか行ったら絶対楽しいの。こんな太いチェーンしてるんですよ。なんか急に。点数って変わります？ちょっと変えてもいいですか？いいですよ、いいです。全然いいですよ、全然いいですよ。ちょっと3。3。ちなみにこう下がった理由は？かかりすぎ。なるほどなるほど。見てて邪魔だなって思っちゃった。写真の時でなんかこうおしゃれに撮るのはなんかわかるじゃないですか。常にあったらなんか邪魔じゃないのかなって思って。そうですね、確かにそれはありますね。いいです本当に。正直に、むしろ正直に言ってくれた方が伝わるかな。わかりました。2。どうして2ですか？まずあんまり優しそうじゃない。私の一番の大事なポイントだから、こだわり強そうだなって
うんあーなるほどね。自分の世界観がしっかりしてるがゆえうに、んなんか協調性とかはなんかなさそうだなって。うん空気読みってやっぱ日本大事だし、そうですね、確かに。その辺、妥協してくれなそうですね。そうです、それ。妥協してくれなさそう。なるほどそれすっごいあります。この人のファッションのセンスはすごい好きで、ファッションは服のチョイスとか髪の色のチョイスはすごい好きで、でも歌詞が分かったらきっとまあしょうもないこと言ってるのかもしれない。まあだいぶしょうもないこと言う友達にはなりたうんい。生としてそうですね。まあでもねファッションのセンスすごい好きだから、なんかほら誕生日プレゼントとかすごい面白いものくれそうじゃないですか。あーなるほどなるほど。そうそれでガーッと上がりましたね。で歌も結構私好きなんで、今までの中でかなりいい方かも。おお8。おお8ですか。結構意外ですね。ああ何が足りないですか。指がちょっとセクシーじゃないですね。太さですね。この男性は日本女性にどうですか？モテそうですか？いや持ってないと思モテいます。ないですか？はい、髪型とか、うん髪色とか、あーなんかって思っちゃうと思います。多分。あーそういうことですね。前半のイケメンも見たし、こういう標準というか、まあちょっと特殊なのもいましたけど、改めてこうやって見るとどうですか？ペルー人男性の印象というか。日本みたいに可愛いとか爽やかっていう要素はみんなあんまそうなかったけど、なんか最初のやっぱイケメン見ちゃったんで、はいはいそうあかっこいいじゃんってなるほどね。頭に残ってます、イケメンが。あ本当にイケメンですね。最初3人目の人すごいなるほどかっこよかったから。よかったよかった。いかがでしたでしょうか。皆さんのいろいろなコメントをお待ちしてますし、何より次回誰を評価してほしいのか、そういうのも教えてくれると嬉しいです。最近いろいろ忙しくしていたけど、皆さんにこれからも面白い動画をお送りしたいと思っているので、応援のためにもこの動画にいいねとチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。それじゃ。